皆さん、こんにちは。今回も森渡りのビデオをご覧いただき、ありがとうございます。この動画は、宇宙サンドボックス MMO、スターベースの関連動画です。今回は、加速度計、距離計、そして加減速の性質について解説します。前回、速度、水力、質量について体系的にまとめ、相互計算できるようにしました。そこで、何件か希望として、効力をそこに加えてほしいとの要望がありましたので調べました。効力を調べてほしいということは、ある時点の効力がわかればいいということではなく、効力の存在によって変わる速度変化や制動距離の変化を知りたいということになると思います。残念ながら、計算機としての実装はできていませんが、算出法の確率を待つより、すでに調べた性質をお伝えした方が役立つと思いましたので、動画にいたしました。まずは、その調査に使う加速度計、距離計をご紹介します。加速度、速度、移動距離の関係は、物理の基本計算の一つで、図のような関係になっています。速度計は開発済みですので、その測定結果としての速度を、微分すれば加速度計、積分すれば距離計ができるということになります。ヨロルでの微積分は近似式で行います。近似手法は、自動速度制御のご紹介で行ったものと同じです。あの時は、目標速度との誤差を微積分しましたが、今回は速度そのものを微積分します。まずは、加速度計から、速度の変化に対して、計算間隔が十分に短いと仮定すると、速度の微分は、傾きを算出することになります。これをヨロルで書くとこのようになります。次に距離計です。同じく、速度の変化に対して、計算間隔が十分に短いと仮定すると、速度の積分は、時間と速度の曲線が作る台形の面積を算出することになります。これをヨロルで書くとこのようになります。加速度計では気にしなくてもいいですが、距離計の場合は、計測測定して利用することが多いと思います。すると、計線時にも少しずつ増加するようでは不都合だと思いますので、0.15以下の RFD 値は無視しています。リセットスイッチなどと連携すれば、自動車などと同様の区間距離計、リセットしなければ、走行距離計、停線スイッチと連携すれば、制動距離計になります。今回は制動距離計として使います。これらとは別に、ストップスイッチを押してから、速度が0になるまでの停止時間を計測するヨロルも用意しました。いよいよ測定です。加速の様子を加速度計で確認しましょう。一瞬の出来事なので、一度見ただけではあまりわかりませんが、はじめ小さな値で、すぐに高い加速度になり、後半再び小さな値になって、ゆっくりと最高速度になる様子が計測されています。最大速度から停線スイッチでスラスターを切り、減速も観察します。加速度計から制動の様子が見え、距離計から制動距離が算出され、停止時間計も計測されました。減速についても、初めはゆっくりと減速し始め、途中一気に減速し、後半ゆっくり停止しています。一瞬の出来事を計測するには、近似の前提になる、測定間隔の短さが足りないと思われますが、普段の運用や、何度か走らせて制動距離を測る用途には耐えると思います。単純な挙動ではなく、目視では手に余りますので、別途録画から速度値を0.2秒ごとにメモしてグラフを引きました。加速も減速も S 字状の曲線、しかも非対称なものであることがわかります。形状は双曲線関数のハイパボリックセカントに似ています。双曲線関数は名前が三角関数に似ていますが、それは計算した時の性質が似ているために、そのように命名されました。中身は、ネイピア数、E を使った別物です。これらの一般的に馴染みのない関数が使われる理由は、加速度を調整しても、微積分しても、別の双曲線関数になるだけで複雑化せず、速度、加速度、距離を同時に観察しながら調整できるところです。その利便性から、微積分なども完全に証明されているので、たとえ、中身についてよく知らなくても、比例係数をかけたり割ったり、別の関数に変えたりする程度で取り扱いができます。表計算ソフトにも関数として用意されているので、皆さんも簡単にグラフをかけますよ。
そんな聞き慣れないものではなく、他の効力の形を予想されている方もいると思いますので、比較例として、一般的な効力をいくつかご紹介します。推力を、ちょうど、地球の重力加速度と同じに合わせたとして考えてみましょう。すると、今までの物理学の知見を利用することができます。効力がなく、加速度が、推力あるいは重力加速度に等しくなるとき、速度は、時間に重力加速度をかけた直線になります。これは、真空中の自由落下に相当して、等加速度運動と呼ばれます。明らかに、スターベースの挙動とは違います。速度に比例する空気抵抗がかかる低速の空中落下は、このような式になります。グラフの形は加速時に似ていますが、スタート直後が最も高い加速度になっているので、全くの別物です。速度の2乗に比例する空気抵抗がかかる高速の空中落下の速度波形は、双曲線関数の一つ、ハイパボリックタンジェント波形になります。これも、同じく全くの別物です。また、速度に関係なく、一定の動摩擦抵抗がかかる自動車の停止距離に似た制動であれば、制動距離が初速度の2乗に比例して大きく増えます。これも、後ほど説明する観測結果から違います。少なくとも、これらの一般的な効力ではないようです。ハイパボリックセカントは、係数を微調整すれば、測定波形におおむね一致させることができます。しかし、たとえ、関数の予想が正解でも、計算機にするなら、質量、推力、速度と比例係数などから成り立ち、かつ、測定結果に一致する数式にしなければなりません。そこまでは至っておりません。船の制動やゲームデザイン、あるいは物理や数学などに興味のある方、ぜひチャレンジしてみてください。さて、数式にできなくても、性質は、調べたものを列挙できます。まず特にお伝えしたい性質は最初の2つです。1つ目、制動距離は初速度に比例します。初速度に対して、制動距離と制動時間をグラフにしてみましょう。初速度と制動距離がほぼ比例しています。皆さんがご自身で制動距離計を作成して一部を測定すると、初速度から簡単に停止距離を予測することができます。2つ目、過剰な推力を使用していると減速時に空想距離及び空想時間が増えます。つまり、必要以上の推力を使うと、制動距離と制動時間がもっと増えます。ここは、驚く方が多い情報かもしれません。この部分は、初速度との比例から外れています。制動まで気にするなら、過剰に推力があれば良いということではなく、必要十分な推力の見積もりが重要ということになります。最高速度のまま空想するために、わずかな時間の増加でも、大きく制動距離が伸びます。加速時は、過剰な推力によって飽和速度に至るまでの時間が短縮されます。他に観測から得られる性質として、3つ目、すでに述べましたが、挙動は、最初と最後の変化が遅い、双曲線関数のような動きです。制動が悪いなどとは言われますが、自然減速任せの割にはむしろ急減速していて、ただし完全停止は遅いということになります。4つ目、一般的な感覚通り、軽い船ほど速い時間で、短い距離で止まりますが、質量の影響は、速度に比べて小さく、質量が100トンから1000トンに10倍になっても、制動距離や制動時間は1.4倍程度です。計算機の実装は難しかったですが、一部を実測すれば、全体の見積もりが立てやすい方式でしたので、ご自身の船の制動距離などを測ってみてはいかがでしょうか。そういえば、姿勢制御はフライトコンピューターが行ってくれますが、自然に制動を縮めるための逆噴射をする完成制御はスターベースには存在していませんね。この動画が役立ちましたら、高評価をいただければ励みになります。続編があればいいなと思われた場合は、この動画からチャンネル登録やコメントをいただければそれがわかりますので、よろしくお願いします。またお会いしましょう。